もしも会社の同僚が突如逮捕されたらあなたはどうしますか？ 2019 年11月28日、中国福建省アモイ市にあるショッピングモール内の時計店。そこで働く女性店主はいつものようにモール全体の朝礼に参加し、開店の準備をしていました。そしてモールが開店して間もない朝9時、店にとある人物が、老 A 氏だな、お前を逮捕する。なんとその人物はお客ではなく警察。突然の出来事にモール内の他の店員は騒然とします。この女性はおしゃれで性格も良く明るい女性と評判で、そもそも名前も老 A 氏ではなかったんです。しかし彼女は警察に対してこう言い放ったんです。老 A 氏で間違いありません。よろしくお願いします。自らの美貌を武器に罪を犯し、20年間も逃亡を続けた美女老 A 氏。なぜローは突然逮捕されることになったんでしょうか。そこには影の世界に潜み続けた女の密かな願いがあったんです。ニーハオ、ケンちゃんです。チャイナ服を着てみたい、やみやみこです。ニーハオ。ねえ、もうスリット全部破る。エッチ。本日ご紹介するのはですね、中国で20年も逃亡を続けた女、老 A 氏についてなんです。彼女はなぜ20年も逃げ続けることができたんでしょうか。女の正体。老 A 氏が逮捕された2019年、さすがに20年前の事件の犯人ということで、中国でも多くの若者は老 A 氏のことを知りませんでした。しかし、ひとたび老 A 氏の写真が出回ると、中国全土が騒然とします。なぜなら、20年間逃げ続けた45歳の女性であるにもかかわらず、写真に写っている女は若々しく、どう見ても逃亡犯には見えなかったんです。彼女はね、一体ね、どんな人生、生い立ちだったのか、ちょっとね、僕の滑舌もまだまだ若いですけど、見ていきたいと思います。遡ること47年ほど前の1974年、中国厚生省旧校市で老 A 氏は誕生しました。幼い頃から美人と評判だった彼女はすくすくと育ち、成人してからは小学校の教師になる安定ぶり、順風満帆な人生を送っていたんです。そう、あの男と出会うまでは。それは1996年、ローが22歳の頃、ある日、彼女は友人の結婚式に出席。そこで出会ったのが、同じく結婚式に出席していたホウ・シエイという男。この男はローより10歳も年上。しかし、地元が近いということもあり、話が弾み、意気投合。なんと二人は出会ったばかりにもかかわらず、すぐに男女の仲になったんです。しかし、このホウという男、今まで真面目に生きてきたローとは正反対な過去を持っていました。実はこの男、過去に強盗と傷害罪で懲役10年の刑を受けたことがある極悪人だったんです。そんなワイルドな前科者、ホウにベタ惚れしてしまったローは、なんとせっかく苦労してついた小学校教師をわずか22歳で辞職。彼と共に地元を離れ、見知らぬ街でホステスとして働くことに。なんだよね。そしてここから2人で協力してとある悪事を積み上げていってしまうんです。凶悪犯の前科者と世間知らないお嬢様、ドキドキしちゃう恋愛映画みたいね。そんなん見てると。この男ね、老 A 氏をね、巧みに操っていくんです。教師を辞めて、ホウと行動を共にするようになったローは、厚生省南昌市のとあるダンスホールでホステスとして勤めました。そんな中、彼女に近づいてくる人物が、それは男性客 A。ローは客として来た A にこんな言葉を囁くんです。仕事が終わったら私の部屋に来て。そしてローは自宅の住所を書いた紙を渡します。この誘いを受けた A は、もちろん断るはずもなく、胸を躍らせて彼女の家に向かうんです。そして、呼び鈴を鳴らし、ドアが開いた瞬間、 A はどん底に突き落とされます。ドアの向こう側に立っていたのはローではなく見知らぬ屈強な男。そう、ホウでした。しかもホウの手には刀が。そしてこう言い放つんです。無事に帰りたければ家族に連絡しろ。そう、これはローとホウのつつもたせ。ローが客を部屋に誘い出し、待ち構えていたホウが金を奪い取るという計画だったんです。脅された A は言われた通り電話を手に取りました。しかし彼が電話したのは家族ではなく、なんと警察。とっさに110番通報したんです。しかしその行動に気づいたホウは持っていた刀を振りかざします。 A を切りつけ命を奪ったんです。何のためらいもなく A を殺害した方はさらなる行動に出ます。なんとローに手伝わせて A の死体をバラバラに切断。その切断した遺体を旅行バッグに詰め込み、あるところへ出かけます。一体ね、どこへ向かうと思います？バラバラにしてんだから、普通だったらさ、なんか山奥に行って埋めたりするんじゃないですか。我々のね、想像を絶する行動に出るんです。なんと彼が向かったのは殺害した A の自宅。
呼び鈴を鳴らし出てきた彼の妻に向かってこう言い放ったんです。このバッグの中にはお前の旦那の死体が入っている。お前もこうなりたくなければ金をよこせ。いや怖っ。なんと A の遺体をネタにして金を要求してきたんです。殺された夫を見せつけられた妻は一気に恐怖のどん底に。自分も殺されるかもしれない。何より娘も守らないと。当時3歳の娘もいた妻はできるだけ穏便に済まそうと考え、家にあった約320万円の現金を差し出しました。金を受け取った方は満足しそのまま帰るかと思いきや、なんと無情にも妻と娘も結局殺害。室内を物色しロレックスなど金目のものを奪い去ったんです。なんでさ、そもそもローはこういう男とずっと一緒にいるわけよ。さっさと離れなさいよ。ローはね、うんずっと真面目に生きてたんで、自分の知らない世界を知っている方がかっこよく見えたんだと思うんですよね。刺激がある人だったのかもしれないわね。しょっぱいですよね。しょっぱい。その証拠にね、二人のボスはね、とどまることを知らずね、どんどん泥沼にはまっていくんです。金を手に入れた二人は地元の厚生省を離れ浙江省温州市へ移り住みます。そこで家を見つけ暮らしていたんですが、ホウはこんなことを考えます。やっぱり楽して金が欲しい。いやクソか。そう、またしても金を奪う計画を企てるんです。今回のターゲットは二人に家を提供してくれた家主。もう最低。ホウはローと共謀して家主の財産を強奪する計画を立てます。そして実行の日、二人は家主の家に押し入り脅しをかけます。殺されたくなければ有り金残らず出せ。お前の仲間もこの家に呼べ。彼の言う仲間とは家主の金持ち仲間のこと。なんとホウの計画では家主のみならずその仲間からも金品を奪うというものだったんです。恐怖におののいた家主はまず現金を全てホウへ差し出します。そしてホウは何も知らずに家へやってきた金持ち仲間からも金目のものを奪うんです。そこで解散かと思いきや、やっぱり最後は2人とも殺害したんです。こいつはもう金目のものを盗んで殺しきるまでがもう犯行のセットってことね。まあそうですね。通報してね、警察がすぐ来ないように、うん時間稼ぎのために殺してるんですよ。そうしてね、二人の罪はどんどん重くなっていくんですが、こんな生活、そういつまでも続くわけがなかったんです。逃走生活の始まり。合計5人を殺した後、2人はまたもや逃走。巡り巡ってたどり着いた先は安徽省合肥市。言いづれえな。そこでローは生きていくためにまたもやホステスを始めたんです。しかしホステスを再開した理由はもう一つあるんです。それは1回目の犯行同様、つつもたせのカモ選び。そこで目をつけたのが羽振りのいい尹健華という男。1977年7月22日、ローは最初の犯行時と同様、尹を自宅へ誘いました。ローに惚れていた尹は意気揚々とローの元を訪れましたが、扉の向こうで待っていたのはやはり刃物を持ったホウ。ホウは尹に対し自分の妻に向けて身代金の支払いを要望するメッセージを作成させます。しかし他に殺された人物同様、ホウは尹がメッセージを書いた段階で用なしとみなし殺害。もちろんホウの犯行はこれで終わりではありません。尹の書いたメッセージ、そして手製の銃を持って尹の家へ、またしても妻に現金を要求したんです。最初の方で味しめちゃったんじゃない？でもですよ、最初の時みたいにうまくはね、いかなかったんです。尹の妻は現金を準備するという口実で時間を稼ぎ、隙を見て警察に通報。そして数分後、通報を受けて急行した警官隊が家を包囲。家の中に催涙弾を撃ち込んだんです。催涙ガスに耐えられなくなったホウは思わず外へ逃げ出します。しかし目の前にはここぞとばかりに待ち構えていた警察が。ホウはすぐさま抑え込まれ、ついに逮捕されるんです。こうしてホウは7人を殺害した罪により起訴。最終的に下った判決は死刑。最初の事件から3年後の1999年12月28日、死刑が執行されました。ホウ逮捕されてさ、まあ、結果死刑になったのはいいんだけどさ、ローはどうしてんの？ローはね、捕まってないんですよ。なんでかっていうと、ローはね、尹の家にはね、いなかったんです。そして、その日をね、境にね、彼女の逃亡生活が始まっていくんです。ホウが逮捕されたことで中国全土に指名手配となったロー。彼女は逃走のため中国では比較的容易に入手可能な偽の身分証明書を作成。そしてその身分証明書が偽物とバレにくいであろう田舎でひっそりと暮らしていたというんです。田舎舐めすぎ。しかし元から都会育ちで、なおかつホステスという派手な職業についていた彼女にとって田舎はとても退屈な場所だったんです。やかましいわ。捕まりたくない。でも田舎の生活は嫌だ。そんな相反する思いを持った結果、捜査が暗礁に乗り上げた頃合いを見
計らい都市部へ移り住むんです。もともと筒持たせをやるくらいの美貌を持っていた彼女、再びホステスとして生活していくには何も問題がなかったんです。ある時にはシェリーという名前の源氏名で働き、売り上げはナンバーワン。なんとクリスマスには彼女をメインにしたポスターが作られるほど。そして事件から20年後の2019年、クラブ勤めで友人も増えていた彼女、ある時友人だった経営者の男性からこんな誘いを受けます。ショッピングモールでやっている時計屋に人手が足りないんだ、手伝ってくれないか。もちろんローはこの時も指名手配犯でした。下手に動けば捕まる可能性は高まってしまいます。しかし20年もの間逃げ続けて夜の生活を送っていた彼女にある一つの思いが生まれます。昼間に堂々と働きたい。やかましいわ。そうして彼女はこの誘いを受けることにしたんです。元は小学校の先生だからね、表舞台に戻りたいっていう気持ちあったのかもしれないわね。まあそうっすよね。しかしこれがきっかけで彼女の逃亡生活に暗雲が立ち込めていくんです。美女が迎えた結末。ローは時計店で働き始めると、ホステス時代に培った接客スキルを存分に発揮。瞬く間にお店の人気者になり、同僚はもちろんお客さんからも評価されることができたんです。しかしそんな彼女についに運命の時が。それは2019年11月28日、ローがいつものようにモール全体の朝礼に参加し、開店の準備をしていた時でした。モールが開店して間もない朝9時、店にある人物が現れ、ローに向かってこう言うんです。ロー A 氏だな、お前を逮捕する。なんとこの人物は客ではなく警察。一体なぜ警察はローがこの時計店にいることが分かったのか。周りの同僚たちは彼女の正体に気づく者など一人もいません。なぜならばローは45歳ながら30代に見えるほど化粧がうまく、捕まらないために整形までしていたんです。彼女の正体がバレた理由は、中国をはじめとする世界中で普及しつつあるある最新技術のせいだったんです。それは顔認証システム。整形してても顔わかるって怖くない？普通に考えて。バレちゃうよ、前の顔。前の顔って何？私は私じゃない？あんたもやればな。この顔認証の技術、現在どこまで進んでいるのか皆さんにご紹介しましょう。そもそも顔認証とは、目、鼻、口などの特徴点の位置や顔領域の位置や大きさをもとに照合を行うこと。専用の監視カメラは不要で、システムアプリケーションを導入すればすぐに使えるようになり、急速に普及しています。近年では AI の図形認識能力の発達によって、かなり正確に人間の顔を識別できるようになっているんです。 AI の発達で実現するようになったわけね、これがね。彼女をね、疑っている人間が周りにいなくても AI の顔認証技術を騙すことはできなかったんです。この顔認証、日本でもちらほらと見ることが増えたんですが、中国では積極的に活用されています。2017年には電子マネーのアリペイがスマイルトゥーペイという顔認証支払いを開始。たちまち中国全土に広がり、1億人以上の顔が承認されているんです。しかしこれは便利な反面、中国の超監視社会が成立する可能性も。例えば中国の警察当局は顔認証技術を用いて人混みなどで容疑者を発見できるハイテクのスマートグラスを導入。かつてはコンサートに集まった5万人の群衆の中から警察官が犯人を発見、逮捕に至ったこともあるんです。このようにね、素晴らしい側面もあるんですけど、一方で国に顔の情報が全部取られてるっていうね、こういう懸念の声もね、中国国内では上がってるんですよ。日本でも顔認証システムは多く導入されているんですが、データはその場限りで廃棄されたり、端末にのみデータ登録されたりする点で中国とは異なります。最新技術によって逃亡生活に終止符を打たれてしまったロー A 氏。彼女に待っていたのはどんな結末だったのか。2020年12月、ローの公判が開始されます。裁判の中で彼女は被害者の遺族に謝罪を表明。法に強要されて恐怖心から手を貸したと主張しました。また逃走中は暗闇の中で暮らしていたと述べ、やっと安心して眠れると告白したというんです。しかし被害者の遺族は過去20年の苦しみを謝罪で晴らすことなどできないと話しています。たった一人の男に人生を狂わされてしまった女性、ロー A 氏。彼女自身の弱さが招いた結果でもあるんですが、やはり悪いことは長続きしません。そして逃げる人生は何よりももったいないんです。この事件、メトラの皆さんはどう思いますか？というわけでね、皆さん重大発表なんです。5月1日、我々のね、インスタグラムで夏のね、先取り怪談話スペシャルをね、ライブ配信にて放送します。早ない？夏なんで、視聴者の皆さんから寄せられた実体験に基づく本当にあった怖い話を紹介していきます。気になる方はね、ぜひね、インスタをね、フォローしてください。